Previous story. Hey, hello world! Yuki interview professional for women brother Masaki, who is at the top of this industry in Japan. 女性用働いてるまさきさんにインタビューさせていただきます、旦那さんとじゃちょっと満足できないみたいな感じのたり、旦那さんがいる方がいらっしゃる。あ、全然いる、全然いる。何歳ぐらいの方がお客さんで多いんですか20歳。20歳とか来るんですか。わあ、それ羨ましいですね。だからその経験がないから、初めての経験をプロに任せたいっていうことで、捧げに来たりする。うわあ、それめっちゃ羨ましいですね。Today, Masaki is going to show us his training on the job. Of course, I will be there. よかったよかっよかった。た。いやーでも本当に研修見るだけでもめっちゃ緊張するよ。緊張する。どんな感じで教えてんのかなって。ああ、でもこういうところの実態、何をやってるのかっていう実態は、なんか結構世間的にないかも。そうだよね。だからどんな人が教えてんのか、まさきさんが教えてるけど、今日だって会社の結構偉い方とかも来るんですね。あ、そうそう。緊張するな。なんかパンチパーマでこわもてとかじゃないよ。全然違う。めっちゃクリーン。あ、イケメンなんだ。イケメンな方来る。やっぱそういう業界で昔やられてた方とかがなんかこういったサービスをもっと全国に広めたいみたいな感じで。いや、どうなんやろうね。でもめちゃくちゃセラピストのことを大事にしてくれる副社長さんが今日いらっしゃいます。おお、そうなんだ。なんかすごい楽しみですね。そうか。ね、でもなんかまさきくんとかあれなんだろう、セラピストとかやってて、時々女性のお客さんで、私めっちゃ生きにくいんですよとかいう人とかってやっぱいるじゃないですか。あとはなんかさ、そのおもちゃがないといけない、電話ないとダメだっていう人とかさ、そういう人と当たってじゃあ私行かせますよって感じで、施術するじゃないですか。それでもなんか行かないお客さんとかってやっぱいたりする。あ、全然ある。行かせてあげれないことももちろんあるけど、一般男性よりかは、なんかそこら辺はやっぱセラピストの方がプロだから、でその行ける確率っていうのは全然ある。でも今までで私本当に行けなかったけど、でまさきさんで初めて行けたっていう人もいらっしゃいます。わあ、素晴らしいですね。そういう人はやっぱ夢が叶うっていう意味でさ、なんだろうな、なんか仕事のやりがいっていうのところでやっぱそういうところで感じたり。いや、感じる、嬉しいなってめっちゃ思う。そう、俺はそういう私行けなかったのってなんか言う女の子いるじゃん。そういう人で俺だったら大丈夫任してって言って、毎回それであんたでも行けないじゃないみたいな。そう、いける詐欺っていうのをするんですけど、でもまさきくんの場合は本当にやっぱ技術とかさ、精神とかいろいろ学んでさ、プロフェッショナルとして相手のこともちゃんと考えられてさ、なんだろう、指のテクニックだけじゃなくて心でも満足させて最後に活かせるっていうさ、なんか俺ら普通の一般人にないものとか絶対持ってるから、そういうところでなんだろう、相手を心から満足してあげさせられるっていうさね、そうだといいなって思いながら一応やってるかな。そうかこの仕事を。だからまずは今日テクニックも見たいけど、なんかまさきくんのマインド面もねすごい見たいなと思って、まず俺がマインドがちゃんと基盤がしっかりしてないとまず女性からもモテないっていうのはなんかね、今日話してて、そのなんだろう、男性としてのレベルの差を感じてしまったから出てた、出てる。なんかさ、なんだろう、もし俺が仮にまさきくんと同じスキルを持ってたとしても絶対まさきくんの方が活かせられると思うんだよね。その空気作りとかさ、なんか相手が落ち着くような感じ。俺なんかさ早口だし、なんか多分相手もね、俺がそわそわしてるのってバレちゃうと思う。まさきくんが一緒にいることによる安定感って多分映像じゃ伝わらないと思うけど、俺はやっぱすごいなっていうことが分かるからさ。そうよかったわ。なんかそう言ってくれてありがとうございます。いや、俺がありがとうございます。俺みたいなのってさ、会ってこうやっていろいろ説明聞けるだけでもね、なんか楽しいし、俺の心が最初に射程しちゃうと思って、主が多いからちょっとあんまりやばい。緊張しますな。緊張する。やばい。もう着いたからね。着いたから。オッケー。手を滑らせていく力の加減とか、あとはスピードとか。実際の女の人で本当に研修するんですね。そう受けてもらえる。研修って1日どれぐらいの時間やるんですか？大体うちのとこ5、6時間ぐらい。5、6時間。体勢もちゃんと意識しないといけないなと思いまし
そうですね。ちょっと辛い時に急いじゃったりとかした時があったかもしれない。自分が安定して施術できる姿勢というのはかなり大事なので、姿勢を保ちつつ密着を保ちつつ、そうですね。はい、わかりました。はい。これ大丈夫です。姿勢はじゃあどんなになんか疲れてももう足がつりそうになってもその体勢を保ちながらもう足がつりそうになったら、もうつろう。仕方ない。仕方ない。つったってことはもうお客さんにバレないようにやる。いや、バレる。俺バレたことあんないけど、何回かつりません。つりますね。あ、この姿勢間違えたなーっていう時間ある。ゆっくりつけに行ったら、肘もゆっくり離れるときに意識してます。これ見た目以上に多分絶対難しい。離れるのではちょっとギリまで沿いながら、普通の女優のお店、他のお店だったら、こんだけ事細かく教えないのが、もうほとんどだと思う。うちの店だからこそ、こんだけもうめちゃくちゃこだわってやらせてるっていう。これは3ヶ月もっとかかるなってなるよね。なるまあ序盤にしか過ぎない。あれだよな、もともと初めて教えたのにすごいできちゃうって人もいるんですか？天才肌というかさ。ね、いる。で、そういう人はもうお前どっかでやってたらお前スパイかみたいな感じで聞いたりしない？いや、それはないけど。そんなことない。でも結構マッサージとかってよくあるのが、ルイ君も多分分かると思うんだけど、マッサージずっとやってたからやらせてみたらその人の人柄って分からへん。タッチの仕方とかで。そうなんだ。結構相手の気遣い方というか、この人に対してどう触れるのがいいかっていうのをマッサージ師視点だと考えるんですけど、それを経験ない人はもろに出ちゃうんですね。そういう考える思考がないので。じゃあ性格が出ちゃう。そうですね。そうか、性格が出るっていうのがですね、全くその玄人の行き過ぎてそうだよね。そこまでも想像つかなかったというか、だから逆に言えばその女性とかでもそういうなんかモデルさんみたいになんかすごい分かってらっしゃる方が、プライベートでするときに当たると、この人玄人だなっていうのが分かったりしますか？分かったりする。触れ方で性格が本当分かりますね。せっかちな人はスピードが本当おかしくなるとか、なんか仕事でなんかブイブイ言わせてる系の人は強くなんか出ますよね。そうですね。その人となりが本当に乱暴に触るとか、ものすごく本当にもう手のひらから伝わる優しさみたいなのもあったりするし。じゃあ言葉以上のパワーがあるこのマッサージの所作一つ一つに出るんですね。色恋をさせないようなタッチの仕方でマッサージする人とかはいる。もうそういうなんて距離感のあるタッチの仕方でマッサージしてるセラピストとかはいる。もうこだわってる人は。そんな色恋をさせるマッサージっていうのが存在するんですか？それ教えてほしいですよ。そんなものがある。そんなものがあるんだったらちょっと分かりやすく言うと、それだけ覚えて研修で教えてくれる。なんて言うんだろう、ちょっと淡白に触るみたいな、あえてっていう感じの人もいる。なるほど、淡白に触るという、なんかこうで全然違う。確かに。なるほど。あえてこうやってでやってるセラピストもいるってこと。本当だったらもうゆっくり優しく、愛情込めてって感じかな。やっぱプロに触られると男でもなんかちょっとジョニーが反応してる君の名前はジョニーっていうのかい。マグナムという方、やっぱこういうのでそういう道を開いていくのかなって思っちゃいますね。この後やってもらうけど、実際に自分がマッサージしてあげる。本当ですか？やばい、なんか新たな道をちょっと覚えてしまうというか、開いてしまいそうな。受けてから分かるものってめちゃくちゃあるから。でも確かにそれを教わることによってそれを応用というか悪用すれば悪用すれば勝ちですね。でもマッサージ、特技の欄にマッサージって書いていて、で呼んだ人を全員なんか自分の取り組みすることができる。思考がもう悪いやつ。今日絶対セラピストに流すから分かります面接で落ちちゃうかもしれない。緩急をつけてる。そうでもこれやられて分かるけどすっごい気持ちいい。じゃあちょっと
一回やってみます。やるんですか。いやー、どうし、なんかそわそわしちゃいますけど。一回でもなんかセラピストがどんな感じかっていうのをやってみて、なんか俺もなんか感想欲しいかも。YouTuber であるゆうきさんがおー、じゃあどんな感じなのかっていう。わかりました。じゃあちょっと一回やってみますか。よし、じゃあシャワーに行ってもらいましょう。おー、なんですか。一緒に行くんですか。洗体するんかい。洗体ってのもあるんですか。ある洗体講習とかも。女性と一緒に風呂入るみたいな感じですか。あ、そう。そうなんですか。ある。おかえりなさいませ。お疲れです。シャワー浴びてちょっとすっきりしました。マッサージ受ける前にちょっとあれなんですよ。チェックしときたいことがあって、ちょっともうちょっとこっちやってもらっていいですか。OK です。これちょっと足の爪とかも、手の爪は清潔感としてめっちゃ大事じゃないですか。でも足の爪も気をつけてほしくて、でももう全然 OK。全 OK。ランニングしてなんか血まめになってるけど大丈夫。血まめとかは全然大丈夫。結構女性の肌に密着の時に、男性の足の爪ってめちゃくちゃ硬いから、そうなんです。それで引っかかんように、足の爪を切っておく必要があると。なるほど。で、足って反ってるね。これが結構セラピストとしてあかんことなんですよ。チクチクするみたいな。そう。ヤスリみたいに凶器になっちゃうから、これはやめといた方がいいと。やめといた方がいい。で、結構すね毛とかある人はすくぐらいでいい。すくぐらいで。ジョリジョリだと結構あれだから、でこれも研修の時に言ってたりする。受ける前に。で次手。OK、手めっちゃ綺麗ですね。全然大丈夫です。結構筋トレしてる方とかはマメができたりするんですよ。だからマメとかはもう結構なんて言うんだろう、触るときにやっぱり痛くなる、相手側が。はい、というわけでね、もう着替えました。本来やったらパン1で施術するんだけど、ちょっと YouTube と規制的にすぐ黄色になるやんかこれ。ゆうきさんはちょっとパン1で行ってもらってます。じゃあゆうきさん今からやってってあげる。でそしたらちょっとまずオイル塗っていくね。ちょっと判決みたいにしていい？裁判みたいな言い方。ちょっとね、硬いがね、大きいので、もうオイルドバドバでいきます。どうオイルつけられてる感じは、ゆうきさん的にはあんまり気持ちいいというか悪くなくて、もっとつけてくれって思っちゃいます。逆に。これ男女関係なく下手したら気持ちいい。そう、マジで気持ちいいよ。そう。どうクロスされてるけど、ゆうきさんなんかね、ポケモンのもんじゃが絡まれた。いや、感想独特。いいね。もんじゃらの感じも。もんじゃらの感じもこっちの方がいい。やっていくと、すごい包まれてて、すごいリラックスできる。で、速度とかもやっぱりこれぐらいゆっくりの方が情報が合ってるからって、本気のアロママッサージの施術とかってもうこういう感じだと思う。こう。これもそれで気持ちいい。これもこれで気持ちいいよね。ガツガツだけど、除風ってもうリラクゼーションさせるための、生還のための前儀のマッサージで捉えていい。だから
でそういう風に捉えてもらっていいかなっていう。こう近づくじゃん、ここでこういうのともうめっちゃ近くにいてここまでされるのだったら全然ドキドキが違うと。そうですね。相手の吐息が聞こえるからさ、そこもなんかリラクゼーションっていうか興奮ポイントになるって感じですね。なるほど、これ受ける方もだいぶ練習になるんですね。そう受ける方もね練習なの。だって分かるの、そのさ、なんで違うかっていうのが、でその自分が感じたポイントを練習の時に生かすことが多分上達早くなるから、もうどんどんこれをお互い2人1組で練習した方がいいかもしれない。あ、全然そっちの方が早く進めれるね。大丈夫、よし、じゃあ施術に行きましょう。はい、お願いします。で今からやるのが、ゆきくんにやってほしいこと。おお、すごいよ、覚えないと。鉄棒、足のつま先から始まってだんだんと上に。っていうのをまずやっていきますか。これって最高難易度の技の片道分って技ですか？そう、はじめもう最初から最高難易度の片道ってすげえ大変ですね。失敗して往復練習のことを覚えやすいと。おお、わかりました。すげえ緊張してガチガチのパンチラもしちゃうかもしれない。誰もなんか男性のパンチラも期待してない。そうやね、足先からじゃあ今そうタオルが動いちゃう。そうだから力かけとかも、あ、いい感じ、いいね。徐々に上行って右、おお、いいぞ、上手。でじゃあ左足も前に出す。そうでくっついて、うまい、上手じゃないですか？うまい。めっちゃうまい。とても初めてのことを思います。めっちゃ上手です。で起き上がれる？このまま起き上がる。それとも戻る。あ、そう、手触れたまま起き上がってほしい。でも圧はかけずに。手触れたまま。そう圧をかけずに起き上がる。触れてるだけで起き上がってみて。どういうこと？背筋を使ってそのまま。あ、そうで、これは触れてるだけ。なんかこの体を使って欲しくなくて体重を。そうできてますよ。お、本当に。できてる。いや、俺何十回ダメ出し食らってなんかメンヘラになってその休憩中に飛び出そうかと思ってたから本当に。いや、センスいいと思う。マジか。やっぱ下心消したからかもしれない。下心あったらできないと思ったけど、でも今はちょっとめっちゃいい。なんだ、もしかしたらそういうセンスあったのかもしれないですね。そしたら次はもう一回ちょっと変わってもらって、両手を使ってこの今やってる手のひらでの警察さする行為っていうのは、エフルラージュって言われてて、主にオイルマッサージとかでもめちゃくちゃ多用されてる技の一つで、相手をリラックスさせる効果があったりとかするんだよ。では圧迫していきはい。先生大丈夫ですか？123 123。エフラの後のこの技はファイナルフラッシュみたいな手してそうこうでちょっともう一回ファイナルフラッシュ。こういう感じで
エフラとファイナルエフラやってファイナルフラッシュやってまたエフラやるって感じ。どんどん降りていってだいたい3回から4回で降りていけたらいいかな。3回から4回。そしたら次あれかな、あ、もう一回やって、いや次ファイナルフラッシュやね。ファイナルフラッシュ。めっちゃいい。そしたらもう一回お手本を見させてほしくて、でこのポジションになります。でこのポジションの時にちょっとした豆知識、このかかとに自分のたまたまを乗せて大丈夫。マグだから結城さんのマグナムをここに乗せる。そう、乗せてスタートする。で一回やってみますか。やってみましょう。じゃあちょっとまず一発目マグナムを乗せていただいて。マグナムを乗せるシーンが一番肝心ですね。これでさ、我慢しないといけないんですね。我慢しなくてもいいけど、あれですよね。やばい。失礼します。よそよそしい。で、オイルをつけてもらって。だんだんと前に行くよ。行きます行きます行きます。でちょっとこう乗り越えてください。でまだ足を動かしちゃダメね。でどんどん伸ばせるぐらいまで行く。伸ばせるぐらいまで行って限界まで来たら左肘をつく。左肘でまた限界まで行く。で左足を相手の体に沿わせながら前に出す。そう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 。でまた上まで行く。で限界まですっごいプルプル言ってる。で行ったら次右足を相手の股にちょんってつけて、でちょっと引く。で密着。体力かけてしまった。オッケー、手まで行こう。肘、ここでバランス取ったんですか。もっと肘前だし。そうそうそう。もっと肘前だし。で相手に体重かけないところ。あ、ちょっとねくっつけて。そう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 。でここで本来であれば相手の反応を伺いながら耳を詰めたりとか注意をしたりとかをする。どん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 自分がずっと戻していって、で戻るときに右手を相手の股間に沿わせながらエフラしながら戻っていってほしい。そう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 。割れ目に沿ってで OK 起き上がっていこう。そうそうそう。で上がって大丈夫。OK いい感じ。そしたら手になじませる。かっこいい出し方ができなかった。でそーっと相手の体に乗っていく。いい感じいい感じいい感じ。でも左の方が量多くて右少ないさ。だいたい 1,2 回はやっていいかな。次密着いきますか。密着。だんだんと相手の体で密着していって。おお、一番緊張。粉雪って長そうですね。仙骨から始まる。仙骨から。そうでオイルはもう指先から始まってほしい。指先から始まる。そうそうそう。優しく上まで行って。そう密着。手の手まで行く。そう手まで行く。
近づいて、顔もっと前に行こうか。OK。耳元に自分の口が当たるぐらいのこと。OK。で、それしながら、今シャツあるからね。本当だったらこのまま胸をこすりつける動きをする。でできないからこのまままた余韻を残しながら帰っていきますか。そういい常盤くんみたいなマッサージする。オッケー。よかったか。おお、緊張しましたね。おお、よかったよかった。いい匂いした。いい匂いしましたし。これ一生懸命やるけど、でも石で立たないようにマグナムを押さえつけて。それがやっぱ成功につながったんです。いや、いい感じ。本当ですか。ありがとうございます。じゃあお疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあすごいセラピストの方々がちょっとせっかくいらっしゃるんで、それぞれのなんか自信のあるポイントと売りとか聞いてみましょうか。わかりました。はい、どうぞ。ルイと言います。僕はですね、この仕事以外にもマッサージをずっとやっていたので、健康になりたい方も気持ちよくなりたい方も僕を指名していただければ嬉しいなと思います。颯と申します。まだデビューして間もないので、技術はまだまだこれからなんですけれども、別の仕事で恋愛コンサルタントというのをやってまして、意識しているのはコミュニケーション、その DM のやり取りから始まり、施術からそして終わった後も含めてハヤテワールドに皆さんを包み込みたいと思いますので、ぜひウェルカムです。おお、ありがとうございます。ウタンです。僕は身長があるので、なんだろう、包み込むというか。身長何センチあるんですか？182ですね。182か。182のもうでかいなんかストロークでもう150センチとか160センチの女の子をガーってやられたらさ、もうそれだけでもうすごい気持ちよい感じになっちゃうんですかね。そうですかね。そうなんですかね。自信持ってください。まあでも自信はあるので。おー、楽しみですね。ありがとうございます。皆さん素晴らしいですね。それぞれ特徴を生かしていただいて、じゃあぜひこのお三方に会いに来てください。スイートスポットでお待ちしてます。じゃあ今日はまさきくん、本当どうもありがとうね。ありがとうございました。じゃあ次の仕事も頑張ってください。次の仕事、はい、行ってきます。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあまさきくんありがとう。お疲れ。ありがとうございました。バイバイ。お疲れ様です。いいっす。仕事頑張って。Yeah, it's great. Thank you for watching my video. Please subscribe to my channel. Bye bye.